何年だろうな。50年か。聞いてもいいですか。野島です。野島さん、はい。その4本の糸を1個に丸めたやつを7本のボビンで編み込んでいくっていう。4つは種類が違うんですか。色が同じ品番で色が違うみたいな。原材料は、ポリエステルと紙の素材を今合わせてこう、引き揃えて編んでるんですけど、ポリエステルが多く入ると重くなっちゃうんですよ。紙の材料を入れて軽さを上げてるっていう。まだ大丈夫、大丈夫。
あ、これは糸を、なんていうんですかね、入れ替えるんですよ。入れ替えた時に、違う色の糸が入ったりするんですよ。本当は、この中に黒色の糸が入ってないといけないんですけど、こっちにはその糸を付け替えたので、この青い糸がちょっと見えてると思うんですけど、付け替えると、やっぱちょっと色が変わっちゃうので、その余分な分をカットしないといけないんで、はい。すげえな。花びらの飾りを金曜日にお風呂でバーンというわけか。リボンって何だ？リボンってどの？何年だろうな。50年か。昔から裁縫がお得意やったんですか？そうやな。好きな方やな。興味持つしかないよ。
から硬いでしょうから。毛が大丈夫。1センチアップで。大体何種類ぐらいあるんですか？サイズもあるんですけど、形自体だと30種類ぐらい。こんな感じで。こんな感じで。あ、もうこうやっていいんですか。ほんでエッジアップなしって感いや、エッジだけ上げる。エッジだけ。こう頭部分は紙部分が 60% ぐらいです。ポリエステルが40なんですけど、ひさしの方はポリエステルが大半になってくるんですけど、これが遮光糸と混ぜてるんで軽さを強調する。通気性は頭部分はこう透け感を出せるように出してますね。ここで通気性を出してます。で、ひさしは逆に通気性いらないので、光が通さない遮光100っていう一応エビデンスも取れています。紙の天然素材を使ってあらゆる帽子を作ってみました。なんでその帽子を作ろうと思ったのか。まあお客さんの声なんですけど、やっぱり遮光ってこう光を通さないってやっぱりものすごく皆さんが気にしているところと、日焼けっていうところと、あとどうしても暑い切れの帽子で遮光の帽子は結構多かったんですけど、夏の帽子でこう通気性が良い帽子でなおかつ遮光が取れてるっていう帽子をできたらいいのになっていうお話がスタートしてて、でそれを商品化できたっていう状態です。創業は1935年、僕で3代目です。で、服と帽子を縫うっていうのが創業のスタートみたいです。もともと江戸幕府の施策で岡山香川って結構温暖な地域なんで、そこで麦を育てますっていうとこからスタートしまして、麦の方を取った後の要は副産物で何かものが作れないかなみたいなからスタートで、それが帽子になった。でまだその麦わらをこう手で編んでこうテープを作ってたんですけど、そこからのスタートが岡山香川。ここが楽しいとかはありますか？もともと OEM の仕事なので、新しい材料を提案すると向こうも喜んでいただけると。ものづくりをしててお客さんの生の声を聞けるっていうのは楽しいですね。ウェブサイトの販売のみなんですけど、あとはこの場では全然購入が可能です。月に1回ぐらいはポップアップで地方の百貨店行ったりとか、そうですね、全国的にこう飛び回ってる感じですね。もともと創業が麦わら帽子だったんで、そのこうテープをこう渦状にする帽子がとても得意です。で今だったら糸から作り込んで帽子が作れるっていうのは一つの特徴だと思うんですけど、ちょっと契約の農家さんに麦を育ててもらって、今なくなってる麦わら帽子を国内で作り込もうっていうのをもう一度やってる途中です。ずっとその3世代やってきた中で継続してずっと、最初その麦わら帽子だったらあんま楽しくはなかったんですけど、アパレルの方に振り込んでいって、こういろんなこうメディアの華やかなところも入っていけるじゃないですか。そこに入っていくことによってこう自分の帽子も評価していただいてるんだなっていうのを再確認して、今こう進んでいってる状態ですね。社長何歳ですか？私で50、今年5ですね。そうですね、楽しい帽子を作っていきたいなっていう。これからどのような会社にしていきたいですか？工場っていう立ち位置だと何でしょう、作ってる人が全然クローズアップされないので、工場をもうちょっといろんな人が入ってこれるように
見学してワークショップができて販売ができてっていうところまでできたらいいなっていうのが。ちょっと紹介していただきたいんトップ3ですか。けど、結構コスト的に抑えめ的な帽子と畳める帽子、機能性でいうと折りたたみも可能になっています。丸めてカバンの中にスポット入れてもらっても型崩れはしないっていう帽子の一つです。マダガスカル島で採れる植物を細く裂いてそれをかぎ編みした帽子になっております。日差しの強さで上げてもらったり下げてもらったりできると思いますんで、リボンの大きさでサイズ調整も可能なので、紙をくくってもらってる方もここから出してもらってるんで結構評判の帽子です。これはちょっとコットンブレードの帽子です。丸めてもらっても全然問題ありません。国内の糸で国内で編み込めるっていうのがミソなんで、オールメイドインジャパンっていうところが歌えると思います。はい、はい、麦わらの三つ組のブレードなんですけど、こう渦巻き状に縫製していくとこういう凹凸感のある、結構カジュアルな感じでかぶれるので、カチッとしてますけどおすすめの天然素材の帽子です。はい、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございます。